皆さんこんにちは、キョベラボです。今年もよろしくお願いします。1月はあまり釣りに行かずに浮き作りをしていました。正直浮き作りは素人で、中心がずれたり、塗りや仕上げがいい加減です。ノズリでは浮きをなくしたり壊したりすることがあるので、半分は使い捨てる気持ちで作っています。今年は朝ダナ用の短い浮き、普通の浮き、ケミホタル用の浮きの3種類の浮きを作りました。作った浮きの一例です。浮きは釣り方や針の大きさによって人それぞれだと思いますが、個人的には使いやすい浮きは重りが乗る、軽い、立ちが速いの3点です。重りが乗る浮きとは通常の板重りで9から10センチ程度を目安にしています。これは風の強いダムでも振りやすいこと、柔らかい餌を重りの重さを利用して振り込むことの2つの意味があります。回し振りが下手なので常に送り込みで餌打ちするため、重りが乗る方が振り込みやすいのです。最近知ったのですが、関西のキョベラ釣りで有名な片岡さんという方がいらっしゃったのですが、ある記事の中でその方の浮きの浮力は 4g 程度と書いてありました。記憶は定かでないのですが、針は9号程度で小さかったように思います。比較的自分とよく似た仕掛けと浮きの浮力なので興味深く感じました。あくまで個人的な感覚ですが、浮力のある浮きはジャミあたりのような周波数の高いあたりは感度が鈍くなり、キョベラのゆったりした触りには感度が落ちにくいため、キョベラ釣りに向いているのだと思います。またほとんどが朝ダナの釣りなので、同様に軽い浮きの方が振り込みやすいのです。特に長竿を使った場合は浮きの空気抵抗と重さが非常に効いてきます。なので軽い材料なら、例えば発泡スチロールでもいいのではないかと思っています。今回は少しでも軽くするため、茅の外側をできるだけ削り込んでいます。最後の立ちが速い浮きというのは釣り方と関係しています。私の場合は積極的に落ち込みあたりを取っていくために早めに立ってくれる方がありがたいのです。すぐに肩で立って、その後トップが沈んでくれるような浮きのバランスを目指しています。特にケミ用の浮きはトップ先端が重いので、トップを短めにしてバランスをとっています。浮きのトップについては餌の重さと個人の好みで決めたらいいと思っています。個人的には無垢のドンと沈んで止まるあたりが好きで、無垢を多用しています。またパイプに比べ馴染み幅が大きいので、落ち込み釣りにも適しているように思います。一方でトップそのものが重いので、本体がある程度大きく浮力がないと立ちが遅くなったり餌持ちが悪くなります。そのため無垢を使うとどうしても浮きが長くなってしまうのが難点です。朝ダナの浮きでは短い方が有利なので、今回はパイプトップをメインにしています。浮きについてもまだまだ試行錯誤中です。浮き作りには一つだけいい点があります。浮きの試し釣りという釣りに行く動機ができることです。そろそろ重い腰を上げようとしているキョベラボでした。